血糖おじさんお越しいただきました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はですね、なんとすごい恐ろしい病気っていうんですかね。そうですね、病気ですね。はい。ペットボトル症候ご存知でしょうか。僕はちょっと今初めて知ったんですけども、群。どんな状態なんでしょうか。この夏場って実は我々の糖尿病内科がですね、はい、重症の糖尿病患者さんが増えるっていうのがみんなで言ってて、はい、それの理由がですね、この暑さと暑い時に皆さんどんなもの飲みますかね。通常の麦茶とか、普通のお水とかだったらいいんですけど、はい、スポーツドリンクだとか、はい、炭酸ジュースだとか、はい、そういうものを飲んじゃう人って結構いるんじゃないかなと思うんですけど、ほぼそうだと思いますね。そうですよね。はい、ほぼそうだと思います。はい、そうですね。それでやっぱりその甘いジュースだとか、スポーツドリンクの中にだいたい100ミリぐらい、100ミリリットルあたり4グラムとか5グラムぐらいブドウ糖が入ってるんですよね、糖分がね。それをですね、どんどん知らずのうちに取っちゃって、血糖値がどんどん上がっていっちゃって、で血糖値があまりに上がりすぎて体の機能が壊れちゃって、そのまま救急車に乗って病院に運ばれて集中治療室で入院っていう形になっちゃう病気がペットボトル症候群っていう怖い病気があるんです。それ多分あれですよね、あんまり体調がない不健康な方とかの話ではなくて。そうですね、少し例えば一番多い人のイメージがですね、ちょっと小太りで血糖値もしかしたら高いかもっていうふうに言われてて、そういう人がですね、最後の最後にジュースを大量にグワーッと飲んでやったりすると太るって言われてるんですよね。いきなりパタッと倒れてしまう。いきなりパタッ、いや、これがですね、大体イメージとしては2週間とか3週間ぐらいかかって、でもうコツコツ1日1リットルとか2リットルぐらいそのスポーツドリンクだとか、炭酸ジュースだとか、そういうのを飲んじゃって体の中に糖分が溜まりまくってどうしようもなくなって対処できなくなってそうなっちゃう。だからイメージとしては1週間とか3週間とか、もしくは1ヶ月とか2ヶ月とか、そんぐらいの比較的長めの期間やるとパタッと倒れてしまう。そうですね、なんか最近体調悪いな、疲れやすくなってきたなって思って、その後に体が痩せてきて、である日突然パタッと倒れてしまうと、そんなイメージですね。年齢とか関係ないわけですか。年齢はですね、感覚的に臨床やってて多いなって思うのが、やっぱ40、50、60代ぐらい。いや本当にそうなんですよね。僕本当ラーメン屋時代にペットボトルのファンタ2リットル買ってって毎回それ全部飲み干してたので、全然そんな人いっぱいいるんじゃないと思っちゃう。今飲んでないです、飲んでないですけども、結構いますよね。本当にそういう人がなるんですよ。もう何も知らなくて、自分血糖値だと思ってなくて、それこそラーメン屋さんだと健康診断とかもちろんないです。ですよね、ないですよね。で健康診断もなくて、自分が糖尿病っていうことも一切気づかずに、血糖値がバンバン上がってって、気づいたらなんかすごい体調悪い、もう無理って言って倒れて、どうしたって言って救急車。それを予防するには、ジュースとか飲まなければいい。そうなんです。体にとって一番ジュースっていうのは砂糖だとかブドウ糖が溶け込んだお水ってことで、血糖値を上げたりだとか吸収するにはもってこいの形態なんですよね。なのでそういったものをガブガブ飲んじゃうことが大事な問題になる。あとはその喉乾くと水って飲んじゃうじゃないですか。飲みますね。で血糖値がですね180を超えると、おしっこから糖分と水がどんどん増えて、で糖尿っていうぐらいだから、おしっこにですねどんどん糖分と一緒に水がいっぱい出てっちゃうんですね。そうすると水がいっぱい出てくるんで喉乾いちゃうじゃないですか。そうですね。それで喉乾く、汗でも出る、でおしっこもいっぱい出る、水分足りなくなる。じゃあそうしたらどうするかって言ったら、ファンタはまた1リットル。そうすると血糖値がまた上がる。でおしっこに糖分が出てく。で尿が増える。でまたファンタ。でも無限の負のループが体の中で起こって、血糖値上がるっていうふうになって運ばれてしまうと。なんかいくつかいただいたことある質問でパッと浮かぶのが、水とかを飲むのが苦手です。お茶とか。なんかちょっと味がついてるものじゃないと飲めないみたいな方いただいたことがあるんですけど、なんかお子さんとか甘いもの好きな人が多いと思うんですけど、どういうアドバイスしますか？基本的にもうなんか甘み依存みたいな感じになっちゃってる可能性が高いので、まずその炭酸水とその炭酸飲料が好きなのであれば、炭酸水に置き換えたりして、ちょっと口ごまかして、だんだん慣れさせていって、で1週間ぐらい切ってるとね、そんなにいらなくなると思うんですよね。そうなんです。本当に結構人間の体って不思議なもので、甘いものにずっと慣れちゃってるとそれ取んなきゃやってられないっていうふうになると思うんですけど、徐々に切っていくと、徐々にというよりズバッと切って1週間ぐらい辛い状況を我慢すると、なんかなくてもいいやみたいな感じでなる方はめっちゃ多い。なるほど。
でどうしてもそれがまた難しいのであれば、まあ、人工甘味料と言われているようなコーラゼロだとか、コンビニで売ってるような0キロカロリーのサイダー、ああいったもので代用するっていうのもいいんですけど、そっちに関してはね結構ドクターの間でも賛否両論分かれてて、その甘み依存がさらに食欲を増やして太らしちゃうんじゃないかって思ってる人とかもいる。ただペットボトル症候群みたいな感じで救急車になることはほとんどないと思います。0キロカロリーだったらね。ペットボトル症候群って結構働いてて、もう毎年ある、当たり前です。そうですね、毎年多分今前まで去年まで大きい病院に勤めてたんですけど、入院も見るようなひと夏で大体4人とか5人ぐらいはそういう集中治療室みたいなところに入り得ちゃうような、熱中症とかだと少ないけども、そうですね。でもやっぱり本当に知らなかったんですみたいな形で、なんかその1ヶ月前ぐらいから体重減って、でなんか1週間とか2週間前ぐらいからものすごい体調悪くなって、でそのまま頑張って仕事してたんだけどもう無理ですって言って運ばれてくる方、イメージとしてはそんな感じ。なんかこの話聞いてすごい怖いんで、もうジュースはじゃあもう完全に飲まない方がいいんじゃないかみたいな思っちゃうんですけど、やっぱ飲みたいじゃないですか、一般的には。なんかもうこれならいいというか、もしくはこういう飲み方がいいとか、もう量を決めていただければ、すでに糖尿病って言われてる人とかには、やっぱり多分主治医の先生にジュース一切飲むなっていうふうにきっと言われてると思うんですよ。ファントだとかコーラだとか、そういったような炭酸飲料ですね。やっぱあれは糖尿病にとってはもう毒以外何物でもないので、基本的にはもう診断ついちゃってる方っていうのはできたら NG にした方がいい。でなんですけどまだそこまでいってない、通常の方であればその量とかを、常識の範囲内で、例えば1日1本とか、せいぜい2本ぐらいだったら、人生例えばそれ全部制限したらつまんなくなっちゃうじゃないですか。500ミリ。そうやっぱ 1.5 リットル1本だとどうしても多くて、で結構これ衝撃だと思うんですけど、コーラ1本赤いコーラ、500ミリのペットボトル1本飲むと、ご飯の小盛り1杯分、小盛りから中盛り1杯分ぐらいの糖質と同じ量なんですよね。だからご飯と一緒に赤いコーラ飲むってことはもうその時点でご飯をおかわりしてるような。なのでそこを頭の中に入れながら上手にお付き合いいただく、それが大事かなと思います。やっぱ無知が一番危ないですよね、知らないってことが。なんか今パッて聞いたのは思ったのは、なんかまだコーラよりオレンジジュースにポカリスエットとかアクエリアスとかのマシなんじゃないかなと思うんですけど、それに違ってます？そうですね、結構これ難しくて、コーラって大体100ミリあたり48キロか47キロカロリーぐらいなんですね。でポカリがね多分100ミリあたり20キロカロリーぐらいで、全部そのエネルギー源っていうのが糖分なんですよ。なのでそのコーラの半分ぐらいの糖質量がポカリには入ってるんだなっていうような、そんなイメージを持ってもらえると。なるほど。100ミリに40、100ミリに20。だからおっしゃる通りコーラよりはポカリの方がマシだし、でオレンジジュースっていうのが、これがですね、フルーツジュースっていうのはもう糖尿病を増やすっていうのがもう論文で出ちゃってるので、フルーツジュースを普段から飲む方は糖尿病になりやすいっていうのも出ちゃってるので、そういう可能性があったりだとか、太っちゃうし血糖値にも良くないんだなって思いながら飲むしかないと思いますよ。だからやっぱり量ですね。1日1本ぐらいにしておくと本当はいいかなと。これを聞いて飲むって相当好きで、僕はもう、ほぼ一切買ってないようかなと思ってるぐらい今、思うんですけど、いやでも1日1本とか、いやもう本当に簡単なお話で、1日例えば皆さん1800キロカロリーまで取るって決めてるとするじゃないですか。そのうちの200キロカロリーだとか150キロカロリーがジュースだとか、オレンジジュースに捧げてるんだよっていうふうに思っていただきながら飲んで、ご飯減らしたりだとか、そういうことをすれば大丈夫。あとはその運動量多い時とか、やっぱりその時は1800キロカロリーを大きく使っている場合っていうのは、それでちょびっと足してもらうっていうのは僕としては全然ありだとは思うんですけど、その知らずのうちに2リットル3リットルって飲んじゃったりすると、それはもう救急車だよねっていうふうになっちゃう。なるほど。そんな形ですね。それを1日とか2日じゃ全然なんないんですけど、その生活を2週間とか4週間とか、ヶ月単位で続けたりすると、いつかは体の機能がもう疲れ果てちゃって、そういうふうになっちゃうよ。だからそういうことだけとりあえず知っておこうねっていうような、私としてはそれを伝えたいかなと思います。よくわかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、完全に今日から完璧にやめようではなくて、うまく付き合っていければいいかなと思います。そうですね。ありがとうございます。そして血糖おじさんのチャンネルでも、僕が出演してコラボ動画撮ってますので、概要欄固定コメントにリンク貼ってますので、ぜひご覧いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。